はい、皆さんこんにちは、ニオです。今回はですね、DNA で強化されたロールチャンキャスケットをね、使っていきたいと思います。こちらね、アペンドもね、厳選済みでございます。正確に言えば、まだ完璧ではないんですけれども、今回の DNA の追加で、ロールちゃんがかなりね、硬くなったということをね、お知らせすることができるので、よかったら最後まで見てってください。ロールちゃんといえば、武器を3種類使えるキャラで、何の武器を使おうか少し悩ましいところもあると思います。基本は火力面を補えるフロスト銀河などがね、結構おすすめになってくるんですけれども、それをね、おすすめしてしまうと、割と全キャラ共通で強いよね、みたいな印象が結構強いので、またちょっと違った趣向で、今回はマシンガンとバスターを使って、武器とロールちゃんの強みをね、両方活かしていきたいなと思っております。マシンガンに関しては結構 PVP で使われない武器とかもね、普通に活躍できたりしたので、その辺もなかなか面白ポイントでございます。まずは追加の DNA の解説からいってみましょう。まず固有1のバッテリー補修ですね。サポートメカのね、持続時間が 30% アップということで、長くなってくれるものなんですけれども、このスキルはね、DNA を解放していない状態でも結構ね、長い印象がありましたので、これを解放することによって、もうサポートメカがもう消える心配がないなと言ってもいいでしょう。そのくらいね、安定感が生まれました。そして固有2のスペシャリスト、現地整備の発動率が 100% アップしてサポートメカ召喚中に受けるダメージが 25% 減少ですね。現地整備の発動率が 100% アップっていうのは結構ね、クールタイム過ぎても、発動してくれないなみたいな時もしばしばありましたので、これもまたね、安定感があるようなスキルになっております。そしてなんといってもこの受けるダメージ 25% 減少っていうのが、もうサポートメカの持続時間がかなり長くなってたので、もうほぼ 25% 減少ということが可能になってきて、相当強いスキルになりますね、これがね。割とこれが醍醐味なところがあります。これのおかげでロールちゃんは防御強化状態に頼ることなく、常に高い防御力をキープできるようになりました。スキルと合わせて防御パッシブが 35% になりますね。フォースアーマーの動画を見てもらえている方ならお分かりだと思うんですけれども、この高い数値からダイブカード、アペンド、DNA リンク、武器スキルなどをね、駆使すれば、とんでもない防御力になります。本当にとんでもないです。お楽しみの合計防御力は後ほどお話しします。最後に固有3ですが、サイドバック。工具ぶん投げの相談数が一発増加。へそくりに無敵効果が追加される。これがまた惜しいスキルでですね、回復無敵はね、言わずもがな強いんですけれども、それは置いといてですね、このスパナの回数アップなんですけれども、強化に変わりないのですが、できればね、当てにくさを補強するように、パティシエのようなホーミングがあるとよかったですね。もしくは、交代貫通の防御弱化とかになれば結構胸厚だったんですけれども、それはちょっと強すぎるかもしれないですね。そして、俺のロールちゃんを作り出す最大のカスタマイズ要素、アペンド DNA です。こちらマシンガンとランチャーとインジェクターの適性があるので、何の武器を使うかでここの源泉が変わっていきます。悩ましいですね。私の場合はダイブカードでマシンガンを使うことが決まっていたのでマシンガンにしています。そして最大の胸厚固有アペンド、狙撃適性ですね。これは対アインクラフトに相当効き目があるはず。現在あらゆる壁貫通攻撃がある中、このスキルは非常に有効ですね。まだ私は引けてないんですけれども、これがついたらですね、もう防御力に拍車がかかりますので、ぜひ狙っていきたいスキルですね。現状アペンドはマシンガン適性1と、減速特攻が今2、3とね、うまい具合についているんですけれども、どちらかというと防御弱化特攻の方がいいかなって感じですね。今これちょうどついちゃったんで、いいかなという感じで、減速もね、銀河とか持つ場合にはかなりいいと思うので、腐らないスキルではある。現状だとちょっと腐っている感じはありますけど。そしてここなんですけど、インジェクター適性2になってるんですが、ここもね、できればマシンガンにしたかったってことですね。で、3個目にマシンガン適性2が載ってるんですね、私の場合。なんで、これに合わせてちょっとやっております。で、ダイブカードにマシンガン適性3があるんですよね。そしてリンクする DNA に関しては、今エイリアをリンクさせてるんですけれども、こちらは自分が使っているダイブカードとアペンドに被らないように防御スキルを載せられるような DNA をつけていきましょう。私はプレイヤー特防がついていないので、エイリアのプレイヤー特防をね、つけようと思ったんですけれども、完備適性とかになってますね。はい。プレイヤー特防2とか。この辺もまだまだね、厳選の余地はあります。はい、それでは今回はなぜマシンガンバスターかというと、ダイブカードに秘密があります。このカードですね、ダブル適性 BM。
エレキブラザーのダイブカードなんですけれども、こちらとシールドスタイルの準強適性とマシンガン適性3を組み合わせたこの超防御型のダイブカードになります。しかもこの組み合わせ、過去一の防御力、多分ね。その数値なんと 32%。マシンガン適性に加え、準強適性も加わり、50% の制限はあるものの、初手は相当硬い。そして、ロールちゃんは初手だけではなく、50% 以下になるとライフを全回復。つまり、準強適性でも完備適性でも効果はしぶとく働きます。この全回復のスキルがね、HP に制限があるスキルにとてもシナジーがあると思いますね。ノイズ特攻は犠牲になったんですけれども、そして極めつけに武器スキルのプレイヤー特防や、その他防御スキルを装備すれば、防御力は 100% を超える数値に、ただこれは火力面がね、少し辛いことになるので、ダメージレースに勝てないくなるような感じもあるっちゃあるので、少し微妙な感じですね。それにしても硬いです。そして今の私のロールちゃんの、合計の防御力、なんと 87% カットプラス、防御強化状態 32%。もう硬すぎる。しかもまだ狙撃耐性も組むこともできるし、プレイヤー特防3とか、まだつけれる余地があるので、もっと防御力が上がる。そして、ボスチップにメカニロイドもつけたら一体どうなるのかっていう、もう数字が完全にキャパオーバーしてますよね。狙撃耐性とか入ってくれれば、もう、アインクラフトとか全く気にしなくていいんじゃないかなっていうレベルですね。今も結構そんな感じなんですけれども、もうすごいよね。今の私のこの状態でタイラントのプレイヤー特防をつけてしまえば、もう 99% カット。えぐすぎる。といったところで、えぐい防御力のロールちゃんが爆誕したわけなんですけれども、これ注意点としてはですね、相手が火力を持っている場合は、思ったよりダメージが通ってしまうっていうこともあります。こちらはバスターの達人と攻撃強化状態の X なのですが、ダメージはね、かなりカットはしているんですけれども、そこそこ減らされてきていますよね。なので、ほぼ無敵と思っても、突っ込むと普通に減らされる可能性もあるので、そこは注意ですね。ちなみに冒頭の WX はダイブカードを何もつけていない状態だったので、あれだけね、ダメージが通らなかったという感じになります。なので、攻撃を盛ることも結構大切なことですよね。それではお待たせいたしました。このロールちゃんを使ってどんな対戦を繰り広げることができるのか、対戦動画の方行ってみましょう。レディーいくよ順調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 
Ready? いくよ順調順調順調順Ready? いくよ順調順調順調
順調順調。Ready? いくよ。順調順調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 。
はい、いかがだったでしょうか。 WX もハロウィンシグマもびっくりな硬さでしたね。最近バフを奪うキャラがいますが、今回強化されたロールちゃんは素の防御力をね高めることができるので、防御バフを取られてもバフを消されても頑張れる強さがありますね。というかちょっとチートじみた防御力になりましたので、これまた別の方向でゲームを壊しちゃったみたいなところはちょっとありますね。はい、これ自分で作っておいてバスター勢としてはマジで勘弁してほしいレベル。対面したくないマジで。まあでもやっぱり難点としてはマシンガンの火力の出し方やスパナの当てにくさがあるので、接近してもねダメージレースに勝ちづらいというところもちょっとあります。で片手バスターのね火力はいい味出してるんですけれども、加速キャラとかはね捉えるのが非常に難しいと思いますし、環境キャラのねとんでも火力やデバフ等にはね課題が結構残ってくるかなと思います。そしてびっくりなのが現状どのマシンガンを使っても結構強いです。一部は除きますけど、防御弱化でね火力を出せる絶爆裁縫や相手の動きを妨害できるアンコントロールと火力を持ち合わせているガンアリオンとか、あとは会心とスタンで戦う試練で減速をかけるならヘルガトリングとか、ヘルガトリングは減速特攻もありますからね。そしてさらに防御力を高めたいという人はタイラントのアドスキルのプレイヤー特防とかね、本当にね様々な遊び方ができます。そして新武器であるスレイブ・オブ・ユーは無敵もあり、攻撃弱化もね付与することができるので、よりね相手にダメージを通さないような、強さを出すことができます。ただこれもやっぱり火力面が、ちょっと厳しいところがあるので、なかなか思っていたよりねダメージレースに勝てないということがあります。無敵タイミングもね結構サウザより難しい印象で、相手と接敵した時に再発動するのはなかなか難しいところですね。というか時間がないかもしれません。ただデバフ主体になるので交代シールドが脅威というね課題はしっかり残っております。そして今回はマシンガンを使ったダイブカードの構成でしたが、インジェクターでもねランチャーでも似たような防御力は出せると思います。こちらのダブル適正のダイブカードを使った方が多分一番防御力出ると思うんですけれども、火力面とかでねちょっと劣るところがあるので、インジェクターとかの方が割と戦いやすくなってくるのかなと思っております。現状ダイブカードの質的にはちょっとランチャーが組みにくいかなっていうところがちょっとありますね。インジェクターならね最近のカメリオンのカードとか写し教官とかサマーペニーゴとかかなりね合うカードがあるので、そちらもおすすめになっております。ちょっとエグゼイベントの限定カードになりますので、入手難易度はちょっと高いのかもしれませんが、もしね持っていたらぜひ、試してみてください。とにかくね防御キャラにつけるだけでもかなり強いと思うので、ただ本末転倒なデメリットとしてはランクまでは構成上の関係で死ぬほど使いにくいということですね。カードもちょっと足りないし適正キャラもちょっとね限られてくるかなと思います。そういった意味ではインジェクターやランチャーで構成した方がランクまでは組みやすいかもしれませんね。マシンガンとバスターはねちょっと活かせるキャラが結構少ないと思います。ということで DNA 解放ロールちゃんでした。防御がかなり高くできるので愛があれば過酷な環境でも全然頑張れる性能だと思います。2立て3立ては難しいかもしれませんが、回復無敵もあるのでランクマの対決は持ち前のしぶとさで先手は取れるかもしれませんね。絶対に先手は取るみたいな感じのしぶとさがあるので。それでは今回の動画はこの辺で、次の動画でお会いしましょう。